上何が光るかちょっと聞いてみましょうか。すいません、ちょっと聞いてもよろしいですか。ここの辺りは何か光ったりするんですか？ここは一応、これがね今度出てくるクラウンのセダンタイプです。これねなんかパッと見るとハッチバックのようには見えますけれどもね、やっぱりねしっかりねノッチバックセダンになっています。ここねしっかり分かれています。こっちはガラスじゃないですね。ガラスエリアがここまでで、ここからね開くようにできています。お願いします。すみません、今ちょっとねラゲージ開けていただきます。やっぱり今ねセダンでもトランク電動ですよね。でヒンジも、しっかりしてます。やっぱりねこれ多分中リアシートがねすごく後ろに来てるんでしょうね。一応 FR パッケージが基本ということで、そんな感じをね受けます。フロアもね高いです。この下はバッテリー入ってるんですかね。この下はそうですね、水素タンクが入ってる。ありがとうございます。でねこれ FCV ということでラゲッジの床の下にね水素のタンクが入ってるそうなんですね。高さ感わかるかな。だいたい自分の膝ぐらいに、ラゲッジがあって、とりあえずねこの辺にちょっとしたね、工具類が入るようになっていて、その下がねバッテリーとのことです。すみません、閉めてもらってよろしいですか。お願いします。すみません、じゃあちょっと今度閉めていただきますね。やっぱいいですよね。セダンタイプのいいところはハッチと比べてラゲージの開け閉めがね簡単なんですよね。自分もセダン好きで。でもこのパワータイプだとちょっと優雅な気分とかねラグジュアリーな気分になれる、そうした良さね今見て思いましたね。じゃあちょっとね今度運転席見させていただきます。まずねドア広く開くんで、ドアがそんな大きくない、この辺もやっぱりねいいところですよね。すごいリアルな木目調か木目で、ブラウンとこの品のいいねステンレスみたいなねドアハンドルです。でシートメモリーとかついていて、ドアのスイッチパネルはちょっとねこれ見せてもらえないようなんですけれども、この辺もね風合い良さそうですね。風合いいいですね。厚みがあります。ただの軟質素材というだけではなくて厚みがあってしっかり握れるようになってて、底もあるんでライターとかねおタバコ入れとくのもできますよね。あとスマートキーとかね。ちょっとね自分気になるのはパワーシートが滑らかに動くかどうか。いきますね。すみません、ちょっとねこれちょっと今回はノーコメントでメーター部、これはドア開いてるとやっぱあれですかね、ごめんなさい全然表示はね変えられない感じで、 FCV ということで燃費計がキロメートルマイパーキログラムとかね。ACC はここにメインのスイッチがあってね多分使いやすいと思います。あとそうですね、この辺はクラウンスポーツとかと同じような作りですかね。大きな横長のナビがあって、運転席から見てそんなにねダッシュボードの先端がすごく低いで、ボンネットねかなり先の方まで見えますね。なんだ、ごめんなさい。今ね自分すごく低く座ってると思うんですけれども、一番下がった。一番下がると目線とハンドルが同じぐらいに来て、でもねボンネットの先普通に見えますから、これで運転できますね。これは雰囲気よく座れます。でダッシュボードの先端がすごく低くてボンネットまで一直線のような感じですね。でナビは邪魔しない。そうだ、これが言いたかったんだ。ナビモニターとかメーターフードは邪魔しないで先までしっかり見える。これとねとっても運転しやすいと思うんですよね。狭いとこ行って小さい車より困んないかもしれないっていうのがね、自分の予想です。じゃああとねこのボリュームが物理的なねロータリースイッチになっていて、あとはタッチパネルなんでしょうかね。これ映しちゃまずいわ。でエアコンのスイッチ、 AC のメインスイッチと内気外気、デュアルとシンクロ、温度ですね。それからステアリングヒーターなのかな、この真ん中が綺麗に並んでるんでねオートのボタンがこれちょっと慣れないと分かんないかな。オートここですね。でセンターコンソールは
やっぱりあれですね、この中はもしかしたらタンクですね。すごくね大きい。高さはスポーティークーペぐらい、かなり高いですよ。今ねシート一番下に座って自分の膝がここでね、その少し上にこれが来るぐらいで、センターコンソール大きくて上25センチぐらい。やっぱりこれフルサイズの車って感じしますね。灰皿かな、違った。ドリンクホルダー蓋付き。やっぱり滑らかですけれども早く動きますね。でシフトセレクターは通常のハイブリッドみたいなタイプで、さっきねクラウンスポーツの時は下が S だったんですね。これは B ですね。でドライブモードとトラクションコントロール、スノーモード、ブレーキのオートホールドかな。ここはスマホのチャージとなんか他のものも入れられそうなって感じですね。多分ねこのクラウンで一番注目ポイントはねこのセンターコンソールですかね。あ、そうだ、ごめんなさい。あとねダッシュボードの低さと A ピラーがあんまり邪魔にならない。あ、でね助手席前結構優雅な格好してますね。ごめんなさい、結構とか言っちゃった。そんなね贅沢なね。この辺結構造形深いです。立体感あります。さあちょっとね人減ってきたんでクラウンです。クラウンのセダン、未来をねこう元にしたような一応 FCV ということで、水素の車になってますね。中もラゲッジもタンクのね場所がこう用意されていました。でフロントマスク、下のグリルがね大きいんですけれども縦型なんですよね。で結構ね波打っています。波打ってるって言っていいのかな。こういう感じでねこう緩い立体感がね出ていて、ただのね角格子になっていないというのがねこの辺美しいですね。で最近のトレンドらしく目は細く、この中にね全部集約されてるんでしょうね。ここは何だろう、でも光るのかな。ちょっと誰かつけてくれたらね分かるんですけれども。で伝統のクラウンマーク、そうそう、あとそっかホイールは今ねライトをつけてもらいましたね。ごめんなさい、何のライトかちょっと分かんないんですけれども、あっちがウインカー光ってますね。上何が光るかちょっと聞いてみましょうか。ちょっとすいません、ちょっと聞いてもよろしいですか。ここの辺りは何か光ったりするんですか。すいません、ここの隙間は特に光るとかじゃなくてねデザイン上の理由らしいです。ちょっと離れて見てみましょうか。やっぱりシャープに見えますね。ということでなんかちょっとね知らない人がおっしゃってました。GoPro ビデオクラウンセダンのリアシートです。もうね外から見て分かります。センタートンネルがそうですね、多分これはあれでしょうね、タンク入ってるんでしょうね。すごく大きいです。でこの辺はねセダンらしい感じっていうのかな。全然狭くは感じないですけれどもね。頭上はごめんなさい、今自分ぶつけちゃった。この辺やっぱりね背の高い車に慣れてるとね、ちょっと低く感じますかね。この辺の圧迫感はあります。でアームレストには液晶のモニターが備わっていて、ごめんなさい、もう一回やりますね。カップホルダーがですね、これもねやっぱダンパー入っていて滑らかに出てきますね。ちょっとモニターつけてみましょうか。リアのマルチはエアコンオーディオシート設定とかねなってますね。ちょっと設定画面見てみましょうか。設定画面、画面オフ、明るさ、自動画面推移とかね、そのあたりですね。さあ後ろから見るインパネはやっぱりこの人間4人ですと結構あれですね、人間との距離感あるんでプライベート感覚あって疲れなそうですよね。単純な広さというよりなんかあれですよね、その人と人との空間の距離、やっぱりこのセンターコンソールのあたりの幅広さっていうのはね大きいですよね。肩周りどうですかね。リアのシートバックがきっちり1人用としてこう割り振られていて、4人乗りですね。キャプテンシートみたいな感じでサイドサポートも立っていますね。で革柔らかい、大きさも十分だ。だらんと座ると肩がシートバックにつきますね。これ余裕あります。で運転席の人が椅子を上げてくれていれば多分そこに足入りますね。
今ねフロントシート一番下なので、さすがにこれだとね入んないといったところでしょうか。でやっぱりねこのセンタートンネルの大きさすごいですね。この辺かな。あとこの辺はねしょうがないといったところですかね。でシートの後ろには、グリップ部分があります。これが乗り降りをサポートしてくれそうですね。今度、タイヤとホイール。まずねタイヤのサイズはちょっと分かんないけど、ここの隙間が狭い。指 2.5 本ぐらい。もうあれですね、ちょっと前だったらローダウンしたぐらいなんですけれども、この辺空力のこと考えられてるんでしょうね。でこのフィンタイプのホイールはちょっとね昔の伝統的なクラウンを思い出しますね。13クラウンとか14クラウンの頃ね、こういう純正のホイールあって、それの現代版なんかね逆反りワンピースみたいな格好してますね。かなりねスポークが反ってます、外側に向かってね。ちょっとね今すいません、ドア閉めちゃいけないってことでね分かんないんですけれども、ホイールベースかなり長そうですね。動画を撮影してきた後にクラウンセダンの概要が発表されました。価格は 2500cc ハイブリッドで730万円。ハイブリッドは新しいタイプで有段ギアを持つらしいです。駆動は後輪駆動で、実車でも長く見えたホイールベースは 3000mm 長いです。それからサスペンションは電子制御タイプとなっていました。すいません、あとチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。